皆さんこんにちは。パル先生です。お元気ですか？先生は元気です。今日の動画はタイトルにもある通り、改めて自己紹介をしていこうと思います。初めてこのチャンネルで動画を上げてから少しずつ登録者が増えていって、今では7000人以上の方がこのチャンネルの動画を見てくださっています。なので、先生の最初の頃の動画を見たことがない人もたくさんいらっしゃると思います。なので、改めて先生のことを少し知ってもらおうということで、今日は自己紹介していきたいと思います。それから、今までこのチャンネルでは、初級者向けから上級者向けまで、いろいろなレベルの動画を投稿してきましたが、悩んだ結果、これから投稿する動画のレベルを統一しようと思います。そのレベルに関しては動画の最後でお話しするので、よかったら最後まで見ていってください。はい。ということで、今回はチャット GPT にお願いをして自己紹介で話すことを挙げてもらいました。なのでちょっとそれを見ながら自己紹介していこうと思います。ではまず先生の名前。先生の名前はパルです。パル先生と呼んでください。このパルという名前は先生の実家で飼っている猫ちゃんの名前からつけました。先生の実家にはパル、シャル、チョコちゃん、3匹のペットがいます。シャルちゃんとパルくんは猫、チョコちゃんは犬です。先生の本名はまだ内緒ですが、特に隠しているわけではないので、これからタイミングがあれば、このチャンネルで公開しようと思います。それまではみんなパル先生と呼んでくれたら嬉しいです。ではまず、出身と現在住んでいる場所。はい。先生の出身は名古屋です。名古屋出身です。皆さん、日本の名古屋市知っていますか？名古屋は日本の真ん中あたりにあります。真ん中、中心にあります。はい。名古屋も大きな町の一つです。ね、よく名古屋出身の人は愛知県出身とは言わずに直接名古屋出身って言います。なので、もし愛知県出身ですっていう人がいたら、名古屋出身ではない確率が高いです。先生もいつも出身どこですかと聞かれたら、愛知県出身ですとは言わずに、名古屋出身ですって言います。無意識ですね。はい。そして現在住んでいる場所。今は北海道に住んでいます。北海道。知っている人多いですよね、北海道。北海道といえば雪ですかね。雪が人気ですね。なので、実は春、夏、秋も観光客多いんですけど、やっぱり冬が一番多いですね。はい。そして、年齢。はい、年齢です。先生の年齢は99年生まれの27歳です。はい。年相応に見えますか？若く見えますか？年上に見えますか？どうかな？そうだったら嬉しいです。はい。続いて、職業。はい、職業、仕事ですね。仕事は皆さんも知っている通り、日本語の先生です。はい。よくこの仕事は副業でされている方も多いですが、先生は本業で日本語の先生をしています。続いて、日本語教師歴。はい。日本語教師歴は約4年です。2022年から
この仕事を始めました。なので先生が23歳の頃ですね、この仕事を始めました。続いて MBTI。はい、MBTI 数年前から流行ってますね。MBTI は ESTP と ESFP が混ざっています。はい。なので、もともとは ESFP だったんですけど、途中から ESTP になりました。はい。多分、この仕事を始めてから T に変わったんですよ。なので、仕事の環境、影響が大きいかなと思います。が、今でも時々 ESFP になったりもするので、なんか時と場合によって違うんじゃないかなと思います。で、I と E がありますが、先生は完全に E です。はい。I の要素はあんまりないと思います。はい。続いて、話せる言語。話せる言語ですね。もちろん日本語ネイティブなので、日本語が話せます。それから、ちょっと言語ではないですが、名古屋出身なので、普段は名古屋弁を話します。そして、先生の祖母、おばあちゃんが三河出身なので、三河弁も話すこと、聞くことが一応できます。はい。で、方言は置いておいて、話せる言語もう一つ、中国語が話せます。はい。話せると言っていいのかな？日常会話は問題なく話すことができます。はい。そして、勉強している言語。勉強している言語は、英語、韓国語、スペイン語、インドネシア語、ドイツ語です。最近はあまり勉強できていないんですけど、もうね、ずっと話せるようになりたいなと、まず思っているこの5つの言語があります。もちろん、この5つの言語がある程度できるようになったら、次の言語に進みたいと思っているので、みんな一緒に勉強を頑張りましょう。続いて、趣味。はい。先生の趣味は、ドライブをすること、車を運転すること、それから猫。そして、外国語を勉強することです。この3つが特に好きです。はい。で、外国語は先ほどお話しした通り勉強している言語がいくつかあって、猫は今の家では飼っていないんですけど、実家に帰ったらもうずっと猫を触っています。車は知っている人も多いと思いますが、先生はよくドライブをしています。車が大好きで、特に JDM、日本のスポーツカーが好きです。旧車も好きなので、ちょっと古い車が好みです。最近の車はあまり詳しくないです。はい。これは先生の車です。いつもこの車でいろいろなところをドライブしています。はい。続いて、好きな食べ物。はい。好きな食べ物ってなんか先生のイメージで話す話題がないときに聞く質問だと思ってますけど、好きな食べ物は寿司？はい。寿司大好きですね。あと、麺が好きです。日本人なんだけど、麺ばっかり食べてますね。うどん、ラーメン、パスタ、そば、などなど。はい。とにかく麺が大好きで、食べ物ではないけど、味の好みで言うと、とっても甘いもの、とってもしょっぱいもの、それからちょっと辛いものが好きです。苦手なものは酸っぱいものです。酸っぱいものはね、あんまり好きではありません。はい。続いては好きな音楽。はい。先生の好きな音楽は外国語の音楽です。
さっきね、この炭酸をたくさん飲んだせいで、ずっと話してると、なんか、ってなるの。はい。ちょっと気を取り直して、好きな音楽。はい。好きな音楽は、そう、さっき言ったか。さっき言ったね。外国語の音楽です。なので、日本語の音楽はあんまり聞きません。だからね、あんまり詳しくないんですよ。いつも基本的にその時勉強している外国語の音楽を聞くことが多いです。なので中国語を勉強していた時は中国の音楽たくさん聞いていたし、英語勉強している時は英語の音楽とか、そんな感じで勉強している言語に合わせています。はい。あとはちょっと明るい音楽が好きですね。なので、クラブミュージック系も聞いたりもします。ね、逆に、伝統的な音楽も結構好きです。この歌詞がないような音だけの曲もたまに聞いたりします。はい。続いて好きな映画やアニメ。好きな映画はもうずっと言ってるんですけど、チャーリーとチョコレート工場が昔から大好きです。はい、チャーリーとチョコレート工場。それから、千と千尋の神隠しも大好きな映画です。世界観が、現実ではないようなものが好きなのかもしれません。はい。ファンタジーとかね、そういうのも好きなのかな。続いてアニメ。好きなアニメは、やっぱり先生、車が好きなので、イニシャル D。そして、湾岸ミッドナイト。他には、クレヨンしんちゃん、ナルト、進撃の巨人などが好きです。あと、銀玉も好きだし、ワンピースも好きだし、あと何があるかな？ドラゴンボールも小さい時見ましたね。なんか多分いろいろあります。見たことあるアニメ？またちょっと思い出したらお話ししようかなと思います。きっと先生のポッドキャスト見てくれている中の方もアニメ好きな人多いと思います。はい。またね、アニメの話できたらしましょう。はい。続いて、好きな街。好きな街は、やっぱり京都かな。京都。旅行で行くなら京都。住むなら福岡かな。京都は、やっぱり雰囲気がすごく日本らしくて、落ち着く場所だと思います。ちょっと観光客がね、多すぎるんだよね。だから、なんか疲れちゃうんだけど、雰囲気はすごく好きです。で、福岡は一回お母さんと行ったんですけど、なんかね、ちょうどいいですよね。あとは空港から街が近いのもすごく良かったです。本当に近くて、電車で何分かな？とにかくすごい近くて便利でした。また行きたいですね。いいとこだったな。はい、次。好きな日本文化なんかこういう自分の国の文化って意外と気づかないと思いませんか？逆に外国人の方の方が日本文化について詳しいとかすごく興味があるなっていうふうに感じます。好きな日本文化ってちょっと難しいけど、先生結構和服が好きですね。綺麗なので。特別感があっていいなと思います。先生は、お祭りで浴衣を着たりとか、卒業式で袴を着たりとか、なんか特別感があってよかったですね。はい。続いて、苦手なものや嫌いなもの。もうこれは迷うことなく一つあります。虫です。はい、bugs、虫。虫がもう大嫌いで、大きなものだけではなくて、どんだけ小さくても無理なんですよ。例えば、蚊。夏はたくさん蚊がいますよね。蚊とか、テントウムシとか、アリとか、こういうね、小さいものでも絶対無理です。
もう大嫌いですね。はい。続いて、休日の過ごし方。休日の過ごし方は、やっぱりさっきお話しした趣味をすることが多いですね。なんか猫の動画見たり、外国語に関するビデオを見たり、車運転したり、ほとんどそんな感じで過ごしますね。疲れているときはめっちゃ寝ます。もう目覚ましかけないで寝れるところまで寝るっていうのが最近の休日の過ごし方です。はい。次。自分の性格ですね。自分の性格は一言では表せないな。ちょっとマイナスっぽいですが、ちょっとわがまま、三日坊主、プライドが高い、でもめっちゃ明るい、かな？あと人を笑わすのが好き。笑わせるのが好きです。なので、たまに昔の写真を見たりするんですよ。高校の頃、友達と撮った写真とか見たりすると、ほとんどが変顔してて全然可愛くないです。なんかあの頃って、加工アプリが出てきた時代で、みんなとにかく可愛く写りたい。盛るのに必死だったんですけど、先生はとにかく変な顔をするのに必死で、もうどれだけ変顔ができるか、どれだけ自分の最大限の力を使って変な顔ができるかっていう感じだったので、ほとんど変な顔してます。はい。なので、とにかく人を笑わせることが好きです。はい。続いて、日本語教師になったきっかけ。これは、別の動画でお話ししたいと思っているので、今日は話さないでおきます。はい。ポッドキャストを始めた理由。はい、ポッドキャストを始めたのは、去年の年末ぐらい ?11 月ぐらいだったかなと思います。最初始めた理由は2つあって、1つは、ありきたりですよね。みんなの役に立ちたいから。もう1つは、今、先生は中国の会社に属しているので、生徒さんもみんな中国人なんですね。ただ、将来は中国人だけではなくて、世界中の方に日本語を教えたいと思っているので、その第一歩として、みんなとつながるにはどうしたらいいか。YouTube っていう風にひらめいて、なんかノリで始めました。なので、あの頃はマイクもなくて、なんかそのまま普通に話してましたね。しかも、あの頃は、なんか3ヶ月の仮住宅みたいなところで撮ってて、自分の家じゃないところで撮り始めました。はい、懐かしいですね。はい。という感じですかね。はい、自己紹介だいたいこんな感じです。はい、皆さんいかがだったでしょうか？はい、趣味同じだよとか、好きな食べ物一緒だとか、好きなアニメ一緒だよとかね。いろいろな意見あったら、またコメントにぜひ書いてください。はい。そして、最近登録してくださった方、最初の時から見てくださっている方、皆さんこれからもよろしくお願いします。はい。それから最後に先生の動画を使ってもっと日本語を勉強したいよという方におすすめのサイト、Duolingoについてお話ししたいと思います。はい。このサイトではですね、振り仮名付きのマルチ字幕だったり、タップしてすぐに確認できる単語のポップアップ辞書とか、それから文法解説など、こういった便利な機能があります。そしてここではメンバー限定動画も配信しています。普段先生のチャンネルではメンバーシップはしていないんですけど、こちらのDuolingoではメンバー限定動画も公開しているので、興味がある方いたらぜひ見てください。で、皆さんの応援として、もし、パル先生応援したいなって思ってくれている方がいたら、メンバーシップ加入していただけるとすっごく嬉しいです。そしてですね、このDuolingoの
メンバーシップのいい点が一つあって、それはメンバーシップに一度入ると、他の先生方の限定動画もすべて見放題になるんです。なので、YouTube のチャンネルとは違って、一度入れば先生だけではなくて、先生以外の他の方の動画も見れるので、みんなの学習にすごく役に立つと思います。それからですね、この写真のように、スクリプト、それから文法解説、単語帳、練習問題、こういったものを自分の好きなようにカスタマイズして、それを PDF にしてダウンロードしたり、印刷できたりもします。なので、すっごく便利な機能がもう盛りだくさんなんです。なので、逆にね、先生も勉強している外国語、こういったサイトがあればいいなって思うぐらい、すごく便利なので、ぜひ皆さん一度見てみてください。はい。ということで、皆さん今回は先生の自己紹介聞いてくれてありがとうございました。これからこのチャンネルでは中級者向けの動画を作成していきます。なので、上級者の方にとってはちょっと優しめ。初級者の方にとってはちょっと難しめになると思います。が、皆さんが楽しめるような動画頑張って作っていくので、よかったらこれからも見ていってください。では、皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。